皆さんどうも、こんにちは。デイライトってどうなんということで、この度ですね、僕がロングライドの時とかね、よく利用させてもらってます。レッグマウント、使ってる人も多いでしょう。はい。レッグマウントさんがね、デイライトをもっと普及したいんです、私と。協力してもらえませんかとお声掛けいただきまして、もちろんですよと。デイライトの重要性を皆さんにね、共有するためにですね、ちょっと動画を撮ってきました。知らない人のためにね、一応お伝えしておきますと、レッグマウントっていうのは、自転車のかゆいところに手が届くような部品をたくさん作ってます。例えば、今回ね、実験で使用したこちらのバイクのハンドル周り、スッキリしてるでしょ？レッグマウントのね、マウントのおかげなんですね。ここにサイコンマウント。そしてここにベル。で、ここにノブのライトということで、自転車乗る上でね、ちょっとマスト的なアイテムを全部ひとまとめにスッキリすることができる。それが一つのポイント。汎用性がめちゃくちゃ高い。和風、ガーミン、キャットアイ、ブライト。何でもサイコンいけるし、ライトもこんなかなり特殊なライト。ね、ハンドルにしかつけられませんよ、みたいな、そんな形状のライトもつけられるようにするためのマウントとかも作っていてですね、ベルも目立たないように、でもつけなきゃいけないですみたいな人のためにいろんなタイプのものが用意されていてですね、自分の持ってる自転車に合ったマウントをですね、組み合わせることができる。そんなようなね、細かいパーツを作っていて、アレイに関してはこれもう廃盤になっちゃってるかもしれないんですけども、ステムのボルトを延長してスッキリさせるような見た目にしてますが、そんなレッグマウントはですね、デイライトをもっと普及させて安全にみんなに走ってほしいということで、私ですね、フロントもリアも基本的にはデイライトしてるんですけども、実際に車から見た自転車ってどんな感じなんだろう、歩行者から見たね自転車ってどんな感じなんだろうと気になりますよね。はい、撮ってきました。はい。なんでそれらを見ながら結論ね、どういう感じにするのが一番ベストなのかなっていうのをですね、ちょっと皆さんと考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。前置きがちょっと長くなりましたけども、よろしくお願いしますね。まずはやっぱりリアライトですね。とにかくリアライトが大事です、自転車は。はい。車がね、追い抜いたりするとき、一番やっぱり自転車の存在が気になる部分だと思います。自転車も自分のことちゃんと認識してくれてるかなと気になる部分であります。リアライトちゃんとついてるかついてないか。点灯、点滅だとどういう見え方になるか、ちょっとね、一緒に見ていきましょう。今回あくまでもですね、車内から見た自転車なので、車内からがっつり撮ってます。しかも乗り出さずに、あえて助手席から撮影してますけども、まずは点滅パターンですね。はい。車通りの少ないところでの撮影シーンでございます。点滅をするとですね、やっぱり遠くになると、ちょっと見えづらい感じはある。なんかいるなっていうのはわかるんだけども、認識はしやすいかな。自転車がいるぞっていうのはね、すぐわかるかなと思います。当然近づくとですね、やっぱりチカチカしてるので、どうしても意識は強制的に向けられますね。そして点灯パターンですね。点灯パターンも効果的だと思います。ただ点灯パターンの方が点滅パターンよりも強制的に意識させるパワーは少なめかなと、やんわりめだと思います。はい。これはね、僕はね、普通にいいなと思ってて、ちょっと運転しててずっとこの辺でチカチカね、やってるとちょっと鬱陶しくなる時あると思うんですけど、点灯だとあんまりそれがうざくないはい。ちょうどいい具合なのかなと思ってまして、ありだなと思いました。はい。運転する側の目線でも意識はちゃんといくんだけども、持ってかれすぎない。運転する人はね、そこはね、いいとこかなと思いました。あんまり意識持ってかれすぎるとさ、運転する人もね、他にも歩行者がいたりとか、対向車がいたりとか、後続車、前の車もね、いろいろ意識しなきゃいけないとこいっぱいあるので、そっちに注意されすぎると逆にちょっとよろしくないのかなと。点灯の方がみんなに優しい感じはありましたね。デイライト何もつけないとですね、やっぱりウェアに依存されるというか、今回ね、黄色くてかなりド派手なレインジャケット着てますけども、これがもしも黒だとしたら、少なくとも遠くからだと全然認識はしにくいですね。自転車がいるっていう意識をするのが少し遅れるかなと思います。近くにいれば全然ね、関係ないんですけども、ある程度離れた距離で自転車がいるって分かった方が、車乗ってる人も少し心の準備ね、自転車がいるぞ、
じゃあちょっと追い越す準備をしておこうっていうですね、準備ができますので、まあ明らかにですね、見え方っていうのは変わってくるなと思いました。個人的には転倒の方が車乗ってる人に対しては優しいのかなと思いました。これ1人だったらいいけど、例えば5人でグループライドして全員ピカ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 ってやったら結構やかましいと思うので、デメリットとしたら、転倒だとやっぱりバッテリー結構食うので、バッテリー肝心の夜で使えないってなっちゃうとちょっとそれはそれで問題なので、夜もがっつり走る人なんかは2個使いとかがいいかもしれないですが、続きましてフロントですね。対向車で来るので、そこまでねめっちゃ意識しなくちゃいけないことではないと思いますけど、1車線になった場合はね少しねやっぱ意識しなくちゃいけない部分だと思いますので、一応ね見ときますね。こちらもですね、やっぱりライトついてるついてないっていう状態だともう全然見え方が変わりますね。自転車がいるっていう存在に気づくのがやっぱりだいぶ遅くなります。フロントライトついてないと。ただこれが、ピカピカしてるとですね、見つけるのが早い。動きがあるので意識持ってくるのがすごく早くなりますね。自転車いるんだなぐらいの感じで見るとは思いますけども、早く気づける。運転する人も早く準備ができるっていうのはですね、すごくいいことかなと思いました。フラッシュもね有効だと思いますが、車に優しいのはやっぱり同じで、転倒の方が、転倒の弱モードとかが一番優しいかなと思いました。そして次は歩行者目線ですね。普通に歩いてて、なんていうんだろう、ぶつかるってことはめったにないと思います。ただサイクリングロードなんかで走ってる人なんかは当然歩行者とかランナーとかね、子供たちとかも結構いると思うので、デイライトっていうのは結構大事だと思いますけども、見え方ね見ていきましょう。まずね、何もついてない状態だとやっぱ歩行者でもある程度近づいてきて、自転車だみたいな感じになりますね。なんとなく自転車だっていう印象から、フロントライトつけると、もう遠くの段階で自転車が近づいてくる、避けようみたいな、またはね自転車も当然避けてくれると思いますけども、ちょっとね歩行者側も心の準備ね、次のアクションの準備がねとても早めにできて安心平和なのかなという印象ですね。歩行者の場合は自転車の距離が結構近くなるので、やっぱライトつけてあげた方が向こうもですね、疲れると自転車が来るぞっていうのがね分かるかなと思います。歩行者に対してはね、僕はねフラッシュでいいなと思いました。転倒でももちろん全然いいけど、そこまで眩しい眩しいっていう感覚はないので、電池をね持たせるためにもフラッシュライトでいいかなと思いましたけどもね。続きましてカーブミラーですね。意外に見通しが悪いところ結構多いと思うんで取っておきました。これに関してはライトなしだとやっぱちょっと見にくいですね。なんか近づいてきてるっていうのを目を凝らしながら見えるかなって感じかな。次転倒もね意外にねちょっと分かりにくい。これ近づいてきてるのは分かるんだけど、なしとそんなに変わんないかな。遠くから見てもみたいな感じですね。そしてカーブミラー点滅、これはすごい、めちゃくちゃわかる。何かが光ってるっていうのはすぐ把握することができるので、点滅は効果絶大ですね。遠くからでもすぐに見つけることができます。やっぱマストですね、デイライトはね。他にもね気づいた点というか、気になる点というか、効果的だなと思った点は、リアライトねつけるだけでもいいんですけども、例えば曲がる時とかは後ろ向く、ちょっとでもいいからね、頻繁に向くのはちょっと危ないと思いますけども、後方確認はですね、車も目と目が合うとですね、ふってなるんですよ。自転車こっち向いた、何かするのかなっていう、ちょっと警戒してくれるんですよね。なのでライトだけじゃなくて、例えばトラックが止まってて追い越す時なんかも、当然みんなね後ろ向くと思いますけども、結構しっかりとねぐっと後ろ向いてドライバーをなんとなく見る感じでやってあげると、車を運転してる側もすごくね、安心というか、高確認してるな、こっち行こうとしてるんだな、よしじゃあちょっと速度落とそうみたいな感じでサイレントコミュニケーションを取ることができるので、サイクリスト僕ここにいますよっていうのをねアピールできるかなと思います。必要な時だけでいいんですよ。もうしょっちゅうやってたら逆に前が危ないんで、必要な時だけやればいいと思うんですが、後ろを向く、ドライバーの顔を見る、ドライバーの顔が見るのがちょっと気まずいんだったらボンネットを見るとかでもいいと思いますけどね。結論言うと、つけなくても見えます。全然見える。自転車いるぞっていうのはね、日中だったら全然見えるんですが、つけた方が明らかに安全ですね。自転車がいるよ、私ここにいるよっていうのをですね
アピールするっていうのは周りに影響を与えてくれます。中にはね、邪魔だなチャリンコって思われるかもしれないんですけども、邪魔だなチャリンコって思われた方が追い越されやすいと思うし、意識はしてくれてるので、ある意味成功パターンだと思うんですよね。これが気づかなくて、チャリいたんだ、ドーンだと結構やばいので、自分をアピールして事故をね、未然に防ごうとするその思いっていうのはですね、少なくともね、歩行者、車にはね、伝わると思うので、つけとくのがいいかなと思います。電池持ちがやっぱりね、懸念されると思うので、自分の走行距離に応じてね、ライトを選んだりとかするといいと思いますが、フラッシュにすればね、基本的には日中は全然問題ないと思いますし、車が多いところでは、ちょっとね、点滅だと迷惑かけちゃうから点灯に変えて、で、ちょっとなんか車の少ない郊外とか、山道行くときは、点滅とかにしてあげると、いいんじゃないかなと。せっかくライトもさ、点灯、弱、中、強、フラッシュパターンも3パターンとかあるんであれば、ちょくちょくこう切り替えてあげた方がいいのかなと思いました。自分のバイクはエアロロードでもうつけるところがあんまないんだよねとか、スマートにつけたいんだけどなかなかないんだよねっていう方は、レッグマウント何でも揃ってるんでマジで行った方がいいと思います。またこの長距離600キロのブルベとかやってる人なんかはライトをね2個付けできるようなマウントなんかもレッグマウントから出てますので、もちろんね後ろもなんでそういったものを活用してなるべくスマートにかつ安全に、走ることもできるようにしてもらえると嬉しいです。僕もね旅とかするときはやっぱレッグマウントで使うことは結構多いですけども、下のね概要欄にも過去のレッグマウントで組み上げたロングライド使用動画のリンクとかも貼っときますので参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ケンナさんよかったですよと思っていただいた方はグッドボタンとねチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。